こういうものだけで旨味が構成できるってことができてくると料理ってすごくうまくなると思うんですよ。きのこのお料理を作りたいと思います。しめじのアーリオオリオ。アーリオオリオってニンニクオイルってことなんですけど、やっぱオイルとそのニンニクと塩で最後に旨味爆発させるみたいな、皆さんねやっぱり火入れが強いんですよね。で最終的にしなーっとなってるってことが結構あると思うんですけど、それだと美味しくないですよ。ぷっくりした状態が美味しい。今日のやり方だけ抑えれば絶対うまくいきますので、うまい。なんかね、オリーブオイルのポテンシャルを感じますね。底強いというか。今日はですね、きのこのお料理を作りたいと思います。しめじのアーリオオリオ。アーリオオリオってニンニクオイルってことなんですけど、なかなかね味が決まらない方が多いんですよね。やっぱオイルとそのニンニクと塩で最後に旨味爆発させるみたいな、ペペロンチーノとかも同じ考え方なんですけど、今日はしめじでやるんですが、他のきのこ全て応用できるということと、野菜も基本的には同じ考え方です。例えば夏野菜は結構アーリオオリオで食べたり僕もするんですけど、ピーマン、ししとう、インゲン。ただ分量だけは多少変わります。特にオイルと塩の分量、今日のやり方だけ抑えれば絶対うまくいきますので。では材料紹介です。しめじ、オリーブオイル、にんにく、赤唐辛子、塩、水っていうね。ポイントは水かな。ペペロンチーノとかもそうなんですけど、やっぱりオイルと一回乳化させるっていう作業が必要で、ただしきのこの場合は一回吸うんですね。一回きのこが油吸っちゃって、で火が入ってくると自分でその水分を外に出そうとする感じなんですよ。だからその水分出始め、もう出るかなっていう時に水加えて一気にこう攪拌してあげるみたいなことですかね。でこれが野菜の場合は、油吸わないので、インゲンとか例えばししとうだとすると表面が外れて水分残ってる状態なんですよ。だそこに水入れて乳化させるのはすごく簡単です。それだけの違い。じゃあやっていきます。にんにくスライス。これはもうフライパンにボーン。ものすごい手軽な料理だと思うんですよね。にんにくオイル炒め、赤唐辛子、しめじはこの石突きの部分を落としますね。たらオイル入れてきます。今日はこちらですね、マイスターベルクさん、アイコノさんのスパイシー。はい、じゃあ火かけます。まず弱火ですね。じっくりと香りを出していく。ここまでは皆さんやってんですよ。ゆっくり火にかけて香りが出たらっていうレシピをよく見ると思うんですけど、この後ですよね。ニンニクの香り立ってきましたね。そしたらしめじの場合、舞茸も近いかな。あんまり細かくしない、最低でもこのぐらい、割と大きい方が美味しい。このぐらいで入れていきます。一回オイルに触れさせる感じで、ちょっと中弱ぐらいまで上げるかな。蓋して一瞬蒸し焼き。これ2分ぐらい。なんかイタリアンの例えばアーリオオリオだとしたら、僕の中では日本の当たりというか、出汁に対して調味料を入れて美味しいという感じられるところを出す作業にちょっと似てるんですよ。オイルと塩でその旨味を出していく、そんで食材を引き上げていくっていうのと、旨味があるものに対して塩をして塩梅がいいところみたいなのは結構近い考え方があるかなっていうふうに思ってますけどね。これ今片面しか当たってない状態なんですけど、オイルに全然構わないです。とにかくまず蒸してしめじを食べられる状態にしてあげることで、きのこ全般そうなんですけど、皆さんねやっぱり火入れが強いんですよね。どんどん火入れちゃって最終的にしなーっとなってるってことが結構あると思うんですけど、それだと美味しくないですよ。ぷっくりしてる状態が美味しい。で2分経ったので蓋開けます。そうするとこうところどころちょっと水分浮いてんですよね。油に当たってないところもところどころ。この水分が要はしめじがですね熱せられて外に水分出そうとしている状態。この状態だとまだ中にあるんで、ここから煽っていきます。で全体に油絡めたら塩で、ちょっと火加減強くして、ここにお水で煽るとどんどん乳化してきますよね。でこの乳化してるところに先ほど入れた塩が溶け込んでちょっとソースみたいになるんですよ。それが美味しい。 OK。
こんぐらいでいいんですよね。なんかもうちょっと炒めたくなると思うんですけど、十分完成です。あ、美味しそう。ちょっとねこうやって少し時間経つとキノコからすぐバーッと水分出てくるんでね。でもこれ自体がもうソースみたいなもんなんで、ちょっと絡めながら食べてください。うん、うまい。なんかねオリーブオイルのポテンシャルを感じますね。底強いというか、なんか偉そうなこと言うとですよ、こういうものだけで旨味が構成できるってことができてくると、料理ってすごくうまくなると思うんですよ。でそれをなんかちょっと代表格っぽいですね、アーリオオーリオって。旨味を引き立てるための塩辛くない塩味の量、水分、だからオイルの具合とかね、そういうことがだんだん分かってくるとすごく幅も広がると思いますんでね、挑戦してみていただきたいと思います。ごちそうさまでした。